90年代ですね。これは絶対2000年代ですよね。実用的な。本当だ。あ、確かに。はい、ヴィンテージ空東京表参道店の地下のシャネルフロアに来ております。はい。シャネルのバッグって2000年代と1990年代どっちが好きですか？ものにもよるんですけど、やっぱり90年代かな。1990年代と2000年代ってちょっとバッグに違いがあるんですよね。そうですよね。はい、例えば、これは1990年代のはい。バッグですけど、こっちは2000年代。はい。ちょっと見た目違いますよね。はい。これは90年代。これは絶対2000年代ですよ。じゃあその違いは何なんでしょうか？90年代だと、こういうクラシックで、コンパクトなデザインが多いです。マトラセの膨らみも控えめで、フルムはやや硬めっていう感じですね。こういったクラシックなデザインももちろんありますが、このようなカジュアルなデザインも増えてきました。このようにキルティングの膨らみがしっかりあって、柔らかなフォルムが特徴的な、見た目に変化していきます。金具の色味も違うんですよね。はい、実は90年代は黄色みが強く、よりアンティークの雰囲気が出てきます。2000年代になると、このように黄色みが減って、少し明るい雰囲気の色味に変わりました。こう並べるとすごくわかりやすいんですよ。重さも違うんです。確かに、こっちの方がチャームとかもついてるのに、ちょっと軽く感じます。1990年代の方は少し金具にも重量感があって、でもこの重量感がヴィンテージの良さになるかなと思います。近くで見るとステッチ部分の違いがあるんですよね。本当だ。ちょっと見てみてください。こっちの方がステッチの縫い目が細かくなってるのが分かりますかね。で、2000年代の方が縫い目が少し、細かくなくなっています。本当に少しだけの違いですね。そうなんです。でも、この違いで、1990年代の方がバッグの形が長持ちするようになっています。2000年代の方が、この柔らかい皮を生かした縫製として、バッグ自体も柔らかく作られています。はい、90年代のクラシックフラップの中のポケットを見てみると、こんな感じ。素材はレザーでちょっと硬めですね。そうですね、ちょっと開くのが大変な感じ。2000年代になると、内側の素材が布になって、ポケットも確かに開きやすくて、実用的なデザインのバッグも増えてきました。こういうジッパーがついていたり、ファスナー付きのポケットがあったり、それ以外にもポケットがあったりして、より実用的になっていきます。クラシックフラップにもいろんなデザインが出てきました。かわいい。とか、スパンコール。すごい。めっちゃかわいい。2000年代もかわいいですね。シャネルのロゴマークがたくさんついてます。はい。90年代と2000年代どちらですか？やっぱりヴィンテージ感のある90年代が結構好きですね。どちらの良さもありますが、その時代の変化とライフスタイルの変化を反映して、バッグも変わっていってます。はい、ということで、シャネルのバッグの素材や金具の部分を見ると、作られた年代がある程度判断することができます。はい、皆さんぜひ空に来て、シャネルバッグを実際に触ってみてください。